15世紀に始まった大航海時代、ヨーロッパ人がアメリカ大陸へ進出し始めたその後、日本の種子島には鉄砲が伝来し、それを使った織田信長が戦乱の国をまとめます。その後、豊臣秀吉、徳川家康が天下を取り、ここから260年にもわたる江戸時代が幕を開けました。平和が続いた日本では独自の文化が育まれ、花札を代表するように西洋と比較すると絵が多く描かれた娯楽が生まれました。文化を成長させた日本に対してヨーロッパでは実用的な技術が発展します。フランスでは哲学者としても有名なパスカルが現存する最古の計算機パスカーリーヌを発明。コンピューターとはもともと計算機を指す言葉で、今回のテーマであるプログラミングとは切っても切れない関係にありますが、パスカルはこれを税金を集める父親の仕事のために使いたかったようです。そのフランスとイギリスは新大陸の植民地をめぐって激しく対立。1756年からの7年戦争でお金に困ったイギリスはアメリカの入植者たちに高い税金を支払わせます。入植者たちは猛反発。戦争の末、アメリカ合衆国としてイギリスからの独立を宣言し、その後少しずつ西に領土を拡大していくことに。活動範囲が広がるアメリカでは、遠距離でも素早く連絡を取る必要があり、モールス信号で知られるサミュエル・モールスなどは、それまであった電信機を独自の方法で大幅に改良しました。一方、独立戦争に負けたイギリスは、アフリカ、インド、オーストラリアなどを次々に植民地化しながら、いわゆる大英帝国を築いていきます。1837年、チャールズ・バベッジは船の位置を計算する数標などのために解析機関と呼ばれる機械を設計し始めました。バベッジの弟子エイダ・ラブラースという女性はこの機械についての書物を記し、その中で彼女は穴の開いたパンチカードを使ってこの機械に計算させる方法を記しており、これが世界で最初のプログラムコードだと言われています。このコードは実は師匠のバベッジが書いたものではないかとも言われているものの、エイダは人類最初のプログラマーとして広く知られることになりました。この時点ではまだプログラミング言語はないですし、結局解析機関も完成しなかったので、コンピューターもプログラミング言語すらない状態で最初のプログラマーが生まれたということになります。ちょうどその頃、ついに西岸まで併合しきったアメリカでは一番端っこでなんと金鉱を発見。一攫千金を狙った人たちが次々に移民として押し寄せ、乗ってきた船をそのまま乗り捨ててまで金を掘りに行くという事態になりました。西岸に到達した後も開拓者たちの勢いが止まることはなく、次なる興味はすでに太平洋、そしてその先にある日本という島国でした。1853年、突如現れた4隻の黒い船、ペリー来航です。ペリーはこの月の来航の際に日本に電信機を伝え、電信柱などをはじめとして、後の日本の通信網の足がかりができました。こうして、およそ260年続いた江戸時代はついに終わりを迎えることに。ヨーロッパの植民地支配がすぐそこまで迫っていることに間一髪で気づくことができた日本は、この後急いで富国強兵を進めます。それからほんの数年後、文字を送る電信に対して、今度は声をそのまま送る電話が発明されました。発明者の一人として有名なグラハム・ベルはさらなる研究のため、ボルタ研究所を創立し、その後、ベル研究所と名前を変えます。また、急激な人口の増加に合わせて、それまでの手動方式では国勢調査が間に合わなくなったため、CTR という会社が製造を請け負う形で、パンチカードシステムの導入が進んでおり、同社はこの年 IBM という名前に改名されました。コンピューターの体となるハードウェアと、コンピューターの心になるソフトウェアの両方にわたって、この2つの組織は大きな役割を果たします。アメリカの首都はワシントン DC ですし、古くからある企業はこのように東海岸付近にあることが多いですが、若い投資家たちは西海岸の方にもすでに集まってきており、後にシリコンバレーと呼ばれる巨大 IT 企業が密集した地域、まさにプログラミングの聖地がここに生まれることは人々はまだ知りません。1914年、日本と同じく植民地政策に遅れていたヨーロッパの国、ドイツを取り囲む形で最初の世界大戦が勃発。敗戦国となったドイツにはナチス党が生まれ、その間に遅れを取り戻していた日本と結びつき、今度は太平洋まで囲んで2度目の世界大戦が起こってしまいます。新高山登れ、一丸二八。これは日本軍が使った暗号で、アメリカの真珠湾を12月8日に攻撃しろという意味です。
ドイツが使ったエニグマ暗号はもっと複雑で、もはや人間の頭で解くことができません。そこでイギリスのアラン・チューリングはチューリングマシンと呼ばれるコンピューターの元になる機械を活用し、不可能と思われていたエニグマの解読に成功。連合軍はドイツを破ります。それを受けて今度はアメリカで爆弾を飛ばす時の計算のためコンピューターを発明しようと試みる者が現れます。ジョン・フォン・ノイマンです。彼は原子爆弾の開発計画に参加しており、当初はドイツに落とすはずだった原爆ですが、ドイツがすでに降伏していたため、日本に落とされることになります。実際に落とされた原爆でもノイマンの計算が入っていました。日本が降伏し、第二次世界大戦が終わったすぐ次の年、ノイマンの発明は世界に発表されます。プログラミング可能な世界最初の汎用電子式コンピューター、エニアックです。この時はまだ一つの部屋に収まりきらないほどだった大きさのコンピューターも、ベル研究所のウィリアム・ショックレーらによるトランジスタの発明によって大幅な小型化に成功し、やがてスマートフォンやスマートウォッチにまで至ります。先の戦争で余力を残したアメリカとソ連が核兵器を作り合い、冷戦を始めた最中、ヨーロッパにも欧州原子核研究所、通称セルンが設立されます。戦火のほとぼりが冷めない中で、大プログラミング時代が幕を開けます。人々をプログラミング言語に駆り立てたのは、コンピューターと会話したい気持ちでした。コンピューターが唯一理解できる機械語に近い言葉を低水準言語、人間が理解しやすい言葉を高水準言語と言って区別しますが、当初は人間が直接機械語を書くか、機械語の塊を英単語で表したアセンブリ言語しか選択肢はありませんでした。実は10年前、第二次世界大戦の中でドイツのコントラードツーゼは、最初の高水準プログラミング言語、プランカルキュールを発明していましたが、戦時中の混乱や情報統制などにより、残念ながら普及はせず、そのまま消えてしまいます。現在でも使われる有名な言語が登場したのは1954年。アメリカ IBM 社に勤めるジョン・バッカスが開発したフォートランです。この後フォートランは何度も改良され、名前表記を変えながら、主に科学や研究の分野で長く使われていくことになります。これを受けて、今度はヨーロッパに研究者たちが集まり、アルゴル58が誕生します。その後のアルゴル60では、beginからendで囲まれたプログラムの塊を if や for で繋いでいくというような、現在につながる構造化プログラミングを導入します。同時期にはアメリカの数学者の間でリスプが作られました。もともとは数学の記法として作られていたため、時代の流行に流されず理屈で進化していくため、この後も長く使い続けられることとなり、方言であるなんとかリスプといった言語が非常に多いことでも有名です。アメリカの海軍准将、コンピューターおばあちゃんことグレース・ホッパーは、もっと自然な英語でプログラムを書けるようにと、コボルを開発します。これらは最初期のメンバーでありながらも、その後長く使われ続けた言語として知られています。また、この直後に IBM が自社製品のために開発した RPG では、コードの書き方がぐっと人間の言葉に近づいたため、機械語を第1世代、アセンブリ言語を第2世代と数えたときに、この初期メンバーなどは第3世代、RPG は初の第4世代として分類されることがあります。世代の考え方は技術寄りの話になってしまうため、ここからはもう少し文化的な流れに従って紹介していきます。ちなみに言語の用途的に実際に広く普及したのは新しい RPG の方ではなくフォートランの方です。学者たちは近い将来、ロボットが自分で考えて行動するようになるのではないかと考え、早くも第一次人工知能ブームが起こります。それから5年間ほどであっという間にアメリカでは、科学技術計算にはフォートラン、科学の専門知識を持たない事務作業にはコボルという二強の図式が出来上がります。しかし、フォートランの方は学生にとって少し難しすぎたため、アメリカのダートマス大学では代わりにベーシックという言語が作られることに、また、フォートランとコボルの役割を両方担える言語が作れないかという発想から PLI が作られます。一方、ヨーロッパでも動きがあり、ノルウェーではアルゴルをもとにシミュラーが開発、初めてオブジェクトという単語に焦点を当てました。
イギリスでもアルゴルを元にした CPL、BCPL が登場し、begin、end ではなく波括弧で囲むというスタイルも発明されます。1969年冷戦の最中、ソ連と技術力を競ったアメリカがアポロ11号による月面着陸に成功します。地上では IBM の高性能マシンたちがそれらを支えており、フォートランやコボルといった言語も人類の飛躍に貢献していたのです。スイスでアルゴルをもとにパスカルが誕生。300年前にパスカリーノを作った哲学者パスカルに由来するこの言語はシンプルながらも万能で、この後登場する C と人気を二分する存在となり、後の言語たちに大きな影響を与えます。アメリカでは国内での軍事的連携の必要性から東西をつなぐネットワーク ARPA ネットが展開され、これがインターネットの始まりとされています。ベル研究所ではイギリスの BCPL から発想を得たケン・トンプソンが B 言語を作り、それをデニス・リッチーがさらに改良して、ここに伝説の言語 C が産声を上げます。C の歴史は同じくベル研究所で開発されていた OS、ユニックスと強く結びついており、OS を作るのは非常に難しいため、多くの会社がユニックスに頼ったことが C の派遣にもつながります。ただし C 自体はすぐには有名にはなりませんでした。理由はいくつかありますが、当時のキーボードは現在とは異なり、波括弧などの記号を入力するのが今より難しかったというのも面白い理由の一つです。C 以外の発明も多くありました。ゼロックス社がシミュラー、リスプの考え方を取り入れて、スモールトークを作成。ここではオブジェクト思考という考え方が誕生しました。詳しい話は省略しますが、オブジェクト思考は複雑な関係をコードで再現するための画期的なアイデアでした。ヨーロッパではフランスのアラン・カルメラウアーがリスプなどを参考にしてプロログを開発します。人工知能言語処理の分野で活躍しました。イギリスのロビン・ミルナーは数学の証明などに役立つ ML を開発し、やがてフランスで CAML、CAML が派生します。アメリカ大陸西岸、ワシントン州出身のビル・ゲイツは、ベーシック言語の関連ソフトを開発して利益を得ることに成功。親友のアレンと共にマイクロソフト社を立ち上げます。カリフォルニア州でシリア移民の父親とスイスの母親の間に生まれたスティーブ・ジョブズは、親友ウォズニアックらの力を借りて、アップルコンピューターを設立しました。彼は一般家庭に向けたパソコンの普及を目指しますが、需要があるかどうかについてはまだ疑問視されていました。しばらくしてニューヨーク州 IBM のもとに西にある小さな会社が発売した Apple II というパソコンが大ヒットしているとの情報が入ります。すぐに IBM もパソコンを作り始めますが、肝心のパソコン用 OS を作る会社との金銭交渉がうまくいかず、仕方なく若いソフトウェア企業マイクロソフトに OS の開発を依頼。マイクロソフトは見事に独自の OS を作り上げ、以後 OS の販売会社として知られることになりました。一般人の間では発売されたパソコンによく付属していたベーシック言語が人気になり、研究者、技術者の間ではパスカルが流行。コードを頻繁に書くようなプログラマーたちの間ではリスプを好む傾向も生まれました。アメリカの国防総省は信頼性が高く国として使える言語を求めて国際競争入札を実施しました。赤、青、黄、緑で色分けされた4チームのうち緑色のフランス人チームが優勝し、完成した言語には最初のプログラマーエイダの名前が付けられ、今でも飛行機の制御システムなどで使われるエイダ言語が誕生しました。軍のネットワークは一般人が使えないため、アメリカの大学たちは CS ネットやビットネットへ参加していきます。ヨーロッパの大学の間には EU ネットが形成されます。この頃次第にオブジェクト思考の便利さが認められてきたので、ベル研究所のビャーネ・ストロブストルップは
C 言語にオブジェクト指向の機能を追加して、後に C++ と名付けられる言語が誕生します。コネチカット州のブラッド・コックスも似たようなアイデアを思いついていたようです。彼は C 言語に手を加えるのではなく、もともとオブジェクト指向を持っているスモールトーク言語の中に C を丸々合体させてしまおうという斬新なアイデアからオブジェクティブ C を作りました。C++ とオブジェクティブ C はどちらも C を含みますが、偶然にもお互いに邪魔しない形で拡張していたため、そのまま組み合わせてオブジェクティブ C++ として動かすこともできます。中の仕組みどころか名前まで共存できているところが面白いですね。1984年、スタンフォード大学で研究をしていたクリーブ・モラーは、学生のために作っていた言語、マトラボを商用化。データグラフの生成にも優れており、教育現場に広がりました。日本の大学間にも JUNet が作られます。初めて身近にコンピューターに触れた人たちも増えてきて、今度は世界規模での第二次人工知能ブームが到来します。フランスのベルトラン・メイヤーはエッフェル言語と同時にオブジェクト指向を詳しく説明した本を発表。エッフェルはスモールトークと並んでオブジェクト指向の教科書的な存在となります。南アフリカでは冷戦の影響でアパルトヘイト体制が黙認され、黒人やアジア人への差別が横行していました。プレトリアに生まれ、黒人をかばう発言をして学校で激しいいじめに遭っていたイーロン・マスクは、社会的な抑圧や統制への嫌悪感を覚え、やがて自由を掲げてアメリカ移住を目指すようになります。パソコンの普及に合わせて、それまで当たり前だった文字の入力だけで操作する CUI ではなく、画面にアイコンを表示して、それをマウスでクリックしたらアプリが動き出すという GUI を取り入れる動きが拡大します。Apple は Macintosh、後の Mac を、Microsoft は Windows という OS を発売しました。Apple がパソコン本体と OS をセットで売るのに対して、Microsoft は OS だけを単品で提供します。しかし当初はそれぞれ別の理由でいまいち伸びず、特に Apple の方はジョブズが会社を抜けることにもつながってしまいました。C より先に広まっていたパスカルが全盛期を迎えており、Apple はプロジェクトごとにリサパスカル、クラスカルという風に改造を加えていき、結局こちらでもオブジェクト指向の影響を受けてオブジェクトパスカルに行き着きます。パスカルの開発環境ターボパスカルを作って有名になったボーランドという会社がありました。同社の技術エースアンダース・ヘルスバーグはこの後数年後にこの Apple のオブジェクトパスカルを参考にして新たなオブジェクトパスカルを作ります。なお Apple のオブジェクトパスカルは開発環境の名前で、新しく作った方のオブジェクトパスカルがプログラミング言語の名前なので非常にややこしいです。アメリカの CS ネットと日本の JU ネットが接続し、いよいよ国を越えたネットワークができ始めます。80年代も後半になるとパソコンの性能が良くなって C 言語関連機器が安くなったことも合わせて、ようやく C や C++ が覇権を握りました。すると C の進化バージョンを作るのではなく C を利用して別の言語を作るという動きが活発になります。ラリー・ウォールが作ったパールはあらかじめ難しい処理を C 言語で作って用意してあるので、パールは書いてから動かすまでが驚くほど簡単でした。当然その分だけ無駄な部分も増えて動きが遅かったりしましたが、開発スピードの競争が激しくなるにつれて、とにかく誰よりも先にコードを完成させて失敗したらまた書き直せばいいという、このパールのようなスクリプト言語、厳密に言えばインタープリタ言語が台頭し始めます。東西ドイツを分断するベルリンの壁は崩壊し、1991年、ソ連の消滅によって米ソの冷戦が終結しました。特にヨーロッパでは、それまで関わりを持てなかった人々の間で技術的な交流が盛んになります。オランダのグイド・バン・ロッサムが開発した Python は、
スクリプト言語ではありながらも、パールとは対照的に書く人によってコードがばらつくことを許さないシンプルイズベストに重点を置いています。一方で、コードをシンプルに保ちたいのであれば、役割を特化させればいいという考え方もあります。マイクロソフトは Windows アプリケーション向けに Visual Basic、通称 VB を発表し、その後さらに用途を絞った VBA へとつながります。フィンランドの学生リーナス・トーバルズは、ユニックスと同じように動く Linux をなんと独自の作り方で完成させました。先に成功していた Unix Windows は基本有償であるため、Linux がこれを無償で利用できるオープンソースとして配布したことは IT 界全体に大きな影響を与えました。スイス、欧州原子核研究機構セルンのティム・バーナーズ・リーは、インターネット上でつながっているページを公開し、ワールドワイドウェブと名付けました。この中に使われている HTML 言語という技術も彼のアイデアによるもので、彼は誰もが自由にウェブを使えるようにするため特許を取得しませんでした。今度は遠く海を越えたニュージーランドの大学で S 言語を真似た R 言語が作られ、オープンソース化された結果、その後研究分野で広く活用されるようになります。ブラジルのリオデジャネイロ大学では、パールや Python の仲間であるスクリプト言語の Lua が開発され、ゲームエンジンとの連携で活躍しました。インターネットの商用利用が国に認められ、日本でもウェブサービスが急増します。アメリカでは Yahoo、Amazon が登場。小さななんとかネットという単位はもはや消滅していました。一般ユーザーがインターネットにつなぐ窓はブラウザといって、この窓を支配することはインターネットそのものを支配するにも等しいため、ブラウザ開発の競争が起こりました。ネットスケープコミュニケーションズからネットスケープナビゲーターというブラウザが公開されます。日本での愛称はネスケ。他社よりも早く市場に出せたことからリードを取ることができました。しかし、翌年95年、マイクロソフトは新しい OS Windows 95と同じタイミングで、インターネットエクスプローラー、通称 IE を発売。Windows 95の大ヒットとともに、IE は瞬く間にネスケのライバルとなります。この2社による熾烈なシェアの争いは、第一次ブラウザ戦争と称され、どちらに合わせればよいのか分からず混乱した当時のウェブ開発者たちもこれに巻き込まれていきます。ちょうどこの頃、サンマイクロシステムズのジェームズ・ゴスリンは、新しい言語 Java とそれをコンピューターのメーカーや機種に合わせて毎回違ったコードを書かなくても済むようにする JVM を発表しました。この JVM の試みは大成功し、Java は一躍トップ言語へと躍り出ます。当然 Web ブラウザでも Java を動かしたいため、サンはネットスケープと業務提携を結び、早速ブラウザで Java アプレットという小さなアプリを動かせるようにしました。ただ、ネットスケープ側はこの Java とは別に、ブラウザ専用のスクリプト言語、ライブスクリプトを開発中で、Java 人気にあやかって JavaScript と名付け直すことにしました。これに対してマイクロソフトでは、IE で動く JScript という言語を開発。この後非常にややこしい関係をたどっていきます。ややこしいといえばオブジェクトパスカルです。この年、ターボパスカルの後継であるデルファイが発売され、数年後、オブジェクトパスカルはデルファイ専用の言語ということで、デルファイ言語と改名されます。つまり、デルファイとデルファイ言語は別のものを指すということです。さらにその数年後、諸事情により、デルファイ言語はデルファイ専用の言語ではなくなってしまったため、再度オブジェクトパスカルという名前に戻りました。その時の名残で、オブジェクトパスカルじゃなくてデルファイだよと注意されることや、デルファイじゃなくて正しくはデルファイ言語と言うんだよと言われることがありますが、現在はオブジェクトパスカルです。ウェブブラウザとインターネットを介してつながっている大きな機械本体のことをサーバーと言いますが、サーバー側で動かすプログラミング言語も必要です。当初はパールがよく使われていましたが、カナダ・オンタリオ州のラスマス・ラードフはもっとウェブに特化した言語を作ろうと考え、PHPFI、後の PHP を開発しました。サーバーはさらにいくつかの役割に分けて作られます。この年に次々と登場した Apache HTTP サーバーやデータベース管理システムの MySQL までもが全てオープンソースとして発表され、ライセンス料を支払わずにウェブサービスを構築できる
Linux Apache MySQL PHP の組み合わせ、通称 LAMP 環境が完成しました。LAMP の P は俗に P 言語と呼ばれ、PHP 以外にも Python や Perl が当てはまります。日本からも有名な言語が登場します。約2年間の開発期間を経て発表された松本幸宏のスクリプト言語 Ruby は、先に生まれた Perl や Python と同じグループに分類されますが、とにかく楽しくコードが書けるようにという設計思想と徹底的なオブジェクト思考が特徴的です。LAMP 環境で使う P 言語に Ruby が仲間入りしたため、Ruby の R は尻尾が生えた P という設定になっています。同じく日本、江戸時代に生まれた花札からそれを作って販売していた任天堂という会社はゲームコンピューターの会社へと受け継がれており、この年にポケットモンスターを発売します。ゲームとしてもそうですが、プログラミングの観点で見てもその後多くの教材的価値を生み出しました。ちなみにポケモン自体の開発にはこの時まだ機械語に近いアセンブリ言語を使っており、一般人でも手が届く安いゲーム機にできる限り無駄なくデータを詰め込もうといった企業努力が感じられます。アメリカではオーディオ機器やコンピューター音楽に特化した言語も生まれていました。アップルにはジョブズが復帰し、ジョブズが設立していた NEXT コンピューターの影響によって Objective-C がアップルの主力言語になります。一方、ブラウザをめぐった争いでは、ネットスケープが会社ごとにバラバラの言語を使っていては今後問題があるとして、ヨーロッパのエクマインターナショナルに仲裁を依頼し、その結果、ブラウザで使う言語のルールとしてエクマスクリプトが定められました。共通ルールさえ守れば名前は何でもいいとは言いつつ、マイクロソフトも自社用の JavaScript を作る状況に落ち着きました。しかし翌年98年、マイクロソフトが Windows 98に最初から IE をセットで搭載して発売したことで、ブラウザのシェアは IE の優勢が決定的となり、このまま第一次ブラウザ戦争の勝者は IE ということに。結局残された JavaScript はあまり評判が良くないままで、代わりにマクロメディア社が提供していたフラッシュという技術が流行し、ブラウザで動くサイトを作りたいならフラッシュで十分ではないかという意見が主流になっていきます。フラッシュはこの後 Adobe という会社に Adobe フラッシュとして買収されました。各地で1000年に一度の瞬間を祝おうとミレニアムカウントダウンが始まります。この時技術者たちの間では2000年問題をめぐって騒動が勃発。コボル、フォートランを使った古いシステムでは処理の節約のため1954年なら54というように1900を省略した下2桁で西暦を表す手法が盛んに使われていて、2000年になった瞬間にコンピューターが1900年だと勘違いして誤動作や急停止が起こる危険が指摘されていました。さらに西暦2000年はウルー年の中でもかなりのレアケースだったため、時間に関する処理がめちゃくちゃになるのではないかとニュースにもなりましたが、いざ年が明けてみれば心配のしすぎ、技術者の努力のおかげと多くの意見が寄せられながらも、人命に関わるような重大事故は特にありませんでした。2000年代に入るとディスプレイの画質が高くなり、コンピューターの基本部品の一つとして GPU が普及。その上で動作するグラフィック専用の言語が多くのメーカーによって作られました。登場から30年が経過した C をそろそろ置き換えようと D 言語が登場。ちなみに C の前は B で、その前は BCPL だったため、次は P が来るのか、それともアルファベット順に進んで D なのか、などと言われていましたが、この時点で両方出尽くしたことになります。なお、一般的に C の進化系統は、普及度の観点から見て C++Java とされています。Windows で OS を牛耳り、IE でブラウザ戦争も制したソフトウェア界の王者マイクロソフトは C++ や Java のように優秀なプログラミング言語を自分たちのものにしたいと考えていました。そこでデルファイの作者アンダース・ヘルスバーグを雇い入れ、新しい言語 C# を作成。名前の由来は C、C++ の流れに合わせて C++++ をまとめて C# としたそうです。この頃の流行は全ての技術ベースになっている C、C++ はもちろんのこと、使える場面では圧倒的に Java が人気で、
Windows アプリではマイクロソフト製の VB やできたばかりの C#、ブラウザで見る Web アプリやサイトなら Perl や PHP、科学や研究では対象の分野に合わせて MATLAB や R のような住み分けとなりました。世の中にはすでに Java を動かすための JVM があちらこちらに行き渡ったことから、今度はその JVM を利用して動く言語たちが登場。イギリスの Groovy やスイスの Scala はその代表で10年間ほど流行します。デンマークのデイビッド・ハンソンは日本生まれの言語 Ruby を好んで使っており、自分が作っていた Web アプリを整理し直すことによって Ruby on Rails が誕生しました。最初からアプリの全体像が完成しているため、特にスタートアップ企業に好まれ、Ruby が世界に知れ渡るきっかけにもなります。それを追う形でオランダのエイドリアン・ホロバティらによって Python を使ったフレームワーク Django も作られました。このように Web 開発は選択肢も増え充実してきた一方、一般企業にはまだハードルが高い分野がゲーム開発でした。デンマークのオーバーザエッジエンターテイメント社はゲームエンジン Unity を公開します。プログラミング言語は当初一つには定まっておらず、C#、Unity スクリプト、Boo と呼ばれる言語から好きなものを一つ選択できるシステムでしたが、9年後には C# だけが残りました。急増したウェブサイトの中から情報を検索できるエンジンが必要となり、先に有名だった Yahoo に対して高品質な検索エンジンを持った Google という会社が後から追いついてきました。Google Maps が開発者たちを驚かせたのは Ajax という JavaScript を巧みに活用した技術力の高さで、これは JavaScript が再評価されるきっかけとなり、Google がサーバーサイドでよく使っていた Python の人気も高まります。一方で、マイクロソフトの IE はシェアを取りすぎたため、ウイルスの標的にもされやすく、新しい機能の開発も遅れがちで、人気に陰りが見え始めました。この隙を見て、再び他社のブラウザ開発は活発化し、すぐに第二次ブラウザ戦争が勃発します。ネスケはすでにオープンソース化されており、モジュラの Firefox として新しい名前で再挑戦。Apple はサファリを抱えて参戦。オペラは実は IE たちとはほぼ同期で長年このチャンスを伺っていました。来たる ECMAScript バージョン4の制定にあたって新しい機能を多数追加して革命を起こしたい Adobe、Mozilla、Opera、Google といきなり大きな変更を加えるのは良くないとして反対したマイクロソフト、Yahoo との間で対立構造が浮き彫りとなります。そんな中、Apple から突如発表されたのが初代 iPhone でした。この後スマホが人々の生活を変えたことは言うまでもありません。初代 iPhone の OS は Unix をベースにした Next Step をベースにした OS X で、翌年に iPhoneOS、3年後には iOS と改名されました。開発言語は引き続き Objective-C が採用されています。Google からは Android がリリースされました。Apple がスマホ本体と OS をセットで販売しているのに対して、Google は OS のみを単品で提供。Android OS は Linux をベースに作られており、開発言語は Java が採用されています。Facebook や Twitter はもともとブラウザが必要な Web アプリでしたが、ブラウザがいらないネイティブアプリ版ができたことで人気になり、同じように Objective-C や Java を扱うプログラマーが増えました。世の中がスマホに熱狂している中、正体不明の人物サトシ・ナカモトによってブロックチェーンという技術が考案され、C++ で書かれた暗号コインビットコインの開発も進んでいました。さて、ECMAScript の論争では、マイクロソフトや Yahoo 側の主張が勝ち、バージョン4は破棄されてしまうことに。
よって JavaScript の進化は一旦止まってしまったわけですが、ブラウザ戦争自体は止まらず、まずは iPhone に搭載されていた Safari が順調に勢力を伸ばしていきます。Google は新しいブラウザ Chrome を作り始め、ブラウザ戦争最後の参戦者が遅れて登場。さらに Chrome の中で JavaScript を動かすために作られていた V8 エンジンを切り出して、誰でも使えるようオープンソースとしてタダでばらまきながら影響力を強めていきました。この V8 エンジンに携わっていたロバート・グリースマは、ベル研究所出身で有名なエンジニアのロブ・パイク、ケン・トンプソンらと一緒に、今の C++ があまり好きではないという価値観を共有した上で、新言語 Go を作り始めます。カナダ・バンクーバーのライアン・ダールは、Google が公開した V8 エンジンをブラウザの中ではなく、そのまま裸で動かすことに成功し、Node.js として発表。これのおかげで、ブラウザではないところでも JavaScript を動かせるようになりました。そうして JavaScript の影響が高まったのと同時に、それと相性のいい MongoDB などのデータベースが登場します。さらに翌年にはサーバー側で使う Express、ブラウザ側で使う jQuery などの技術が登場し、JavaScript に足りない機能がどんどん補われていきます。しかし一方で肝心の JavaScript 本体の書き心地は未だ改善されていないままです。サンフランシスコのジェネリー・アシュケナスは Ruby のようなコードを書いた後、それを JavaScript に自動変換できる言語、コーヒースクリプトを。Google はいっそのこと JavaScript を引退へ追い込んで新しい言語を作り直そうと強引なアプローチで Dart 言語を発表。このようにできる限り JavaScript を書かなくてもいいようにする言語たちのことを Alt.js と言います。また JavaScript の由来にもなった人気の Java にも若干の不便さが目立ち始めており、チェコの JetBrains は新しい Java としてコトリンを発表。ほぼ同じ目的でセイロンも登場します。Java と同世代の PHP もかつての勢いを落としつつありましたが、専用のフレームワーク Laravel が Rails や Django よりも数年遅れて登場したことで、逆に新しい考え方を多く取り入れることができて、PHP が時代の波に乗り直します。この年、日本は太平洋沖の地震により東日本大震災に襲われました。地震発生からわずか4時間弱で公開された震災インフォはボランティアの作成で、このサイトを構成しているウシャヒリの技術基盤は PHP によって支えられており、実際の運用にあたっては日本にいた Ruby 言語の関係者たちが協力し、迅速に情報を届けました。4年間の開発の後、Google がついに Chrome の Android 版、iOS 版の両方を完成。先にパソコン版もリリースされていたため、これでスマホを含めたほぼ全ての環境で Chrome が使えるようになり、一気にシェアの拡大を加速させます。さらに最新版の Android 4.4 に最初からセットで Chrome を搭載したことによって、これがとどめの一撃となり、ここから2年間ほどであっという間に Chrome の一強体制が確実なものとなって、第二次ブラウザ戦争の勝者が決まりました。マイクロソフトはスマホ事業に失敗し、ブラウザのシェアも奪われてしまったことで方向転換を余儀なくされました。他社向けのオープンな技術にも力を入れるようになり、過去にデルファイや C# などを作ったアンダース・ヘルスバーグを中心に、JavaScript をほぼそのまま活かした控えめな Alt.js である TypeScript を発表。Facebook からも Alt.js とまではいきませんが、JSX という JavaScript の拡張形式が生まれ、画面の見た目を作るための React に採用されました。TypeScript と JSX はどちらも JavaScript の拡張ですが、C++ と Objective-C の時にあった関係のように共存可能であったため、TSX という形式もこの後登場します。React の登場によって MongoDB、Express、React、Node.js という通称メインスタックが完成し、いよいよ JavaScript だけで Web アプリを作れる環境が整いました。先に出てきた LAMP と比較すると足りない要素が目立ちますが、これを補ってくれたのがクラウドコンピューティングです。
Amazon、Microsoft、Google などは世界中に持っているサーバーを有料サービスとして貸し出したため、一般開発者たちはわざわざ自分でサーバーを用意しなくても良くなりました。Docker という新技術はそれをさらに簡易化し、アプリの機能をクラウド上に分散させて作るマイクロサービスが流行。大きなウェブサービスを柔軟に作りたければマイクロサービス、小さなウェブサービスを一箇所にまとめて作っておきたければモノシリックといった使い分けが可能になります。このマイクロサービスの波にうまく乗れたのが Go 言語や Java のフレームワーク Spring Boot でした。特にかつての勢いを落とすかのように見えた Java でしたが、大きな新機能を追加するなどして大企業を中心に Java や Go 言語の採用が増えていきます。SNS アプリのヒットで事業を拡大した Facebook は得意分野をさらに伸ばすために PHP ベースの新言語 Hack を作成。Apple も古くなってきた Objective-C に代わる Swift を発表し、iOS の開発者にとってより使い心地の良いプログラミング環境を用意し直しました。設計者はクリス・ラトナーで、多くの言語を支える LLVM を発明するなど、プログラミング言語を作るエキスパートとしても知られています。モジュラはラスト言語 1.0 をリリースし、C、C++ のリニューアルに挑戦します。C はもう古いと言われ続けながらも、あらゆる技術の基礎に定着しきっていたため、代わりの言語を作る試みはこれまでに何度も失敗してきた過去があり、ネスケ時代を含めれば2度のブラウザ戦争に関わった Firefox の開発者たちが、そのノウハウを活かせるかどうかに期待がかかっています。ラストに対抗する形でジグ言語の開発もスタートしました。JavaScript に大きな展開がありました。いつまでもお互い文句を言っていても先に進まないということで、ついに各社の意見がまとまり、ECMAScript Harmony と呼ばれていた新しいバージョンは、西暦をつけた ECMAScript 2015が正式名になりました。このルール変更によって各社が作る JavaScript は大幅に進化。逆に Alt.js たちの中では最も人気だったコーヒースクリプトの採用が減っていき、また Dart に至っては学ぶ価値がない言語第1位を見事に獲得。唯一 JavaScript を活かす形であった TypeScript だけがこの後も人気を伸ばし続けました。再挑戦といえばこの頃は第3次人工知能ブームの真っ最中で、チェスやオセロで AI が人間に勝つといった衝撃から始まり、次に画像認識によって AI が物体を判別できるようになって、それを小さいスマホに搭載できる段階まで来ていました。AI の開発言語としては Python がすっかり定着し、今までは R 言語などを使っていた他の研究分野へも浸透。Web 業界では Python で作られた Django フレームワークの人気にもつながりました。Google ではそのような AI 技術を利用したスマホアプリを作るプロジェクトが発足し、プロジェクトはやがて Niantic 社として独立することに。社名は遥か昔ゴールドラッシュの際に一攫千金を夢見た人々を乗せて、このカリフォルニアの地にやってきた後捨てられてしまった船、Niantic号に由来します。同じ頃、アフリカ出身のイーロン・マスクは彼を尊敬する若く優秀な起業家、サム・アルトマンらと共にオープン AI を設立、汎用的な人工知能の開発を目指しました。2016年、ナイアンティックは日本の任天堂及び株式会社ポケモン協力のもと、スマホゲームポケモン GO をリリース。カメラや GPS、Google マップ時代に培った地図データの取り扱い方や AI による物体の判別、3D キャラクターの操作など、あらゆる技術の結晶ともいえるこの作品は世界中で大流行し、その後日本からのプレイステーション VR 発売も相まって、世間では AR、VR への注目が一気に高まります。同時に開発者たちの間で話題になったのが Unity。ポケモン GO を支えていた Unity に思わぬ形で注目が集まりました。また Unity における 3D ゲーム以外の特徴はクロスプラットフォームといって、Android でも iOS でも同じように動かせることです。先に流行していた React Native 等とは違って、Unity は独自の表示システムを持っているため、表示が安定していました。Google からも同じように独自の表示システムを持った一般アプリ向けのクロスプラットフォーム、Flutter が発表されます。
採用された言語はなんと学ぶ価値がないでおなじみ Dart でしたが、他で使われていなかった分、フラッターのためだけに進化していくことができたため、結果としてフラッターは成功し、Dart 言語の価値も無事に復活します。一方で、このようなクロスプラットフォームが成り立つということは、各社のスマホに変更が少なくなって、悪く言えば進化が止まり、よく言えば安定してきたためとも言えます。アプリ開発がパターン化してくると、その作業の難易度が下がったため、ノーコード、ローコードと呼ばれる、プログラミングせずにアプリを作る道具も同時に注目を浴び始めました。Apple と同様に Google も古くなってきた Java に代わる言語としてコトリンを採用。当初は iOS の Swift を Android でも採用しようという統一論も有力だったようですが、これまでの経験から Java の開発者たちを置き去りにしないことが何よりも優先され、純粋な進化系統の中からコトリンが選ばれました。また Java の生みの親であるサンを買収した Oracle という会社が自社製品を有償化したことがきっかけで Java が有償化するという噂が拡散。この件については色々と誤解が多く、結論としては引き続き無料でも使えるのですが、諸々の流れから一部の層の Java 離れが起こってしまいました。その Java を追い越す勢いで人気になった Python に対しても、New Python を謳い2012年から6年間もテストされてきた Julia 1.0 がようやくリリースされました。AI ブームによってかつて R 言語から Python への移行が見られたように、Julia が Python から席を奪うためには何か大きな技術的革命が必要かもしれません。その革命の候補の一つとして見えてきたのが量子コンピューター。研究の一歩先を行く IBM は量子コンピューターフレームワーク Qiskit を前の年に発表しており、Google もそれを追う形で Silk を発表。両社とも Python ベースですが、今後別のフレームワークが有名になれば、言語のシェアも大きく変わる可能性があります。様々な分野で力を増す Google に AI 開発でも負けてしまうと焦ったイーロン・マスクは、社内での確執を生んでしまい、オープン AI を見捨てるような形で辞任してしまいました。2019年、新型コロナウイルスが蔓延し、リモートワークが普及。副業との相性の良さからプログラミングを始める人が急増します。IT で世界に遅れを取った日本政府はプログラミングを義務教育化。スクラッチをはじめとしたビジュアルプログラミングを中心に学び、実用的な言語の中では Python が選ばれる傾向があるようです。任天堂からナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミングが発売。これまでは技術としてしか見られてこなかったプログラミングという行為が一つの遊び文化として商用的に利用されたことが印象的です。チャットボット、チャット GPT の性能が飛躍的に向上し、長文の要約を素早く行うなど、部分的には実用的なレベルに達しました。イーロンの読みは外れ、オープン AI は Google をこの分野で一気に抜き去る展開に。翌年にはさらに性能が上がり、もともと文章能力が高いチャット GPT はプログラミング言語との相性がいいため、コードを代わりに書かせるような使い方が話題になりました。それでもまだ人類がプログラミング言語を捨てる時代は遠く、Apple で Swift を作ったクリス・ラトナーは AI 開発のために新しい言語、モジョを作りました。第3次人工知能ブームはもはや AI 開発戦争とも言えるフェーズに突入しています。10年後の我々はこの年代を何と呼んでいるのでしょうか。C や Java、Python に続くような大きなプログラミング言語はまだ出てくるのでしょうか。言語は所詮目的のための道具に過ぎませんが、道具の歴史を知ることは時に真の目的を我々に与えてくれます。あなたが好きな言語の歴史をもう一度ゆっくり振り返ってみてはいかがでしょうか。